あのチャンネル終了してしまいました。水ダウのようにチャレンジした僕のなんです。僕、テレビ番組あんま見ないので、見たことないんですよね。嫌いな芸能人っていうあのちゃんが聞かれて、鈴木紗理奈さんって言って、で、鈴木紗理奈さんがインスタで、仲がいいわけでもない人にいきなり言われるのいじめやんみたいなことになって、あのちゃん的にもそういうことはやりたくないって言っていたっていうのもあって、あのちゃんが悪い的な流れになってると思うんですけど、あれってあのちゃんが誰かの名前を言った時に、ピー音を入れて消すとかっていくらでも編集でできるんですよね。それを編集を入れずに出すという判断をしたというのはテレビ局なので、基本的には僕テレビ局の企画側、編集側の問題だと思うんですよね。結局じゃあどういうものを商品として作って、でもちろんテレビ局がマルシー著作権持ってると思うんですけど、商品としてお届けしますっていう最終責任はテレビ局が持つので、タレントさんというのはその中で面白いと思うことをやるんだけど、それでじゃあ周りに迷惑をかける場合とか被害を受ける人がいるのであれば、その部分をカットするとかピー音を入れるとか、撮り直しってあんまりないけど撮り直しにするとかっていうので、これで世に出していいよねという判断をした僕はディレクターの問題だと思うんですよね。っていう感じで、面白いんだけどテレビだとさすがにまずいよねっていうものをテレビで流さないっていうのをテレビ局は判断するんですよね。なのでそういうラインっていうのは最終的にやっぱりテレビ局側がやるべきだと思うんですよ。僕テレビ番組とかで YouTube でこういうの言ってましたっていうの使っていいですかとか、 Twitter に載せてるの使っていいですかとかって確認はあって、あどうぞと52っていつも言ってるんですけど、っていうのがあって、やっぱり鈴木紗理奈さんの名前を使うのであれば、それは鈴木紗理奈さんがやっぱり確認をすべきだと思うんですよね。で、確認をしなかったっていうのは、僕はやっぱりテレビ局側の落ち度なんじゃないかなと思うんですよね。多分鈴木紗理奈さんに確認したら笑えるからええんちゃうみたいになってたと思うんですよ。あれはね、確認をしなかったっていう落ち度の方が大きいんじゃないかなと思うので、なのであのちゃんがどうこうというよりは番組制作側の問題が大きいんじゃないかなと思うのと、あと皆さんあのちゃんって呼ぶじゃないですか。僕もあのちゃんって言ってますけど、でも正式名称あのさんなんですよ。トイズファクトリーかなんかがプレスリリースを出した弊社所属あの発言についてみたいな、弊社所属あの発言っていう、あのちゃんというタレントを知らない場合はあの発言ってなんだみたいな、日本語としてすごい不思議な言葉になってたので面白いなと僕はちょっと思ってたんですけど、はい。まあとはいえね、あのちゃんテレビの仕事それで干されるんじゃないか疑惑とかありますけど、どうなんですかね。あのちゃんって自己紹介するとき、あ、どうもあのですみたいなこと言ってて、あのちゃんですって言ってないんですよね。フワちゃんは自分のことをフワちゃんって言ってると思うんですよ。なのでフワちゃんさんだと思うんですけど、アグネスちゃんさんはアグネスちゃんまでで名前なので、アグネスちゃんではないですね。はい。サンプラザ中野くんさんとかもそうですね。サンプラザ中野くん丸までが確か本名じゃねえ、芸名でお呼びするときはサンプラザ中野くんさんって呼ばなければいけないですね。テニスプレイヤーのマイケルちゃんさんもマイケルちゃんっていう芸人さんじゃなくて、マイケルちゃんっていう名字がちゃんのマイケルさんっていうとこなんですね。はい、英語しいんですけど。さかなクンさんはね、さかなクンさんですね。ごちゃごちゃになってすいません。どんな流れってよくわかんないよね。はい、すいません。ややこしいことになっていた。はい、テレビ関係者がよく若者テレビ離れと言いますが、そもそも見せる気あったのかなと思います。数年前までめちゃくちゃゆとり世代バッシングの番組とやってましたが、仕事から疲れて帰ってきてテレビつけてやってる番組そんなんじゃそれは見ないだろうなと思いました。顧客体験として最悪じゃないですか。まあそれもあるし、コメンテーターも大体50歳以上だよね。同年代が出てない番組なんか見たくないじゃん。ジジイババアの話なんで見なきゃいけねえんだよっていう。まあ今テレビ見てる人が50代以上だから、50代以上の人の親近感のあるコメンテーターを出して50代以上の人が分かる話題を出すと。なので視聴率が維持されるんだけど、20代30代は余計見なくなるっていう循環をずっとやっちゃってるので、なので若い人はアニメ用として見てるんじゃないですかね。アニメは若い人が見ても面白いので、そういう感じでバラエティはもう若者向けに作ってないんじゃないですかね。テレビ局が流すものっていうのは基本的には脚本があって作られてるもののバラエティなので、真実だと思わない方がいいっすよ。はい。あ、そういう演出ねぐらいでいいんじゃないかなと思いますけど、はい。なので僕は基本的にやらせだろ派です。はい。はいはい、やらせやってんのねっていうので、それに対してこう目くじらを立てて怒ってる人っていうのが釣られてるなーっていうふうに思うんですけど、はい、なんで信じちゃうんだろうね。バラエティ番組として面白いものというのを構成をしてキャスティングをして、この時間はこういうことをやってっていうのをすごいお金をかけてみんなで決めているわけですよ。そこがなんか真実であって本当にハプニングが起こったんだって思い込める方がすごいよね。いやいや、そういうハプニング風な演出をしてるんでしょっていう風に僕は思っちゃうんだけど、
カメラが回ってないところで芸能界はこういうことありましたとか言ったら芸能界ひどいよねってのはわかるんだけど、カメラが回ってるところは演出でしょ。カメラが回ってるところで本当にハプニングがあると思える方が不思議だよ。編集ができるようになったということが良くないのではないかって話があって、例えば消しゴムマジックに人を消すというのが可能になっちゃったじゃないですか。で、そのせいで直前までいろいろいじらなきゃいけないし、監督とか演出じゃない人も物事をとやかく言うことができるようになっちゃったんですよね。これとこれ繋いだらとか、こんなテープ入れたらみたいな。昔その映像を作る人たちっていうのはテープを物理的に繋ぐなみたいな時代もあるんですけど、そもそも素材がそれしかないからもう変えようがないよね。なのでもう納品したら納品したでもうそういうもんだよねと受け止めるっていう時代があったんですけど、多分ああいう時代の方が割とその諦めて受け止めてたと思うんですよね。そういう方が結果として作品性が上がって良かったんじゃないかなと思うんですけど、昔だとそのテープ納品とかだからもう納品しちゃったら無理だよね。なのでもう本番前だとしてもしょうがないよねなんだけど、今は本番の15分前とかでも編集したらオンラインだからなんとかなっちゃうよねみたいな、いやいやいやっていう余計こう人はずっと忙しくなり続けるっていうのはどうなのかなと思うんですけどね。YouTube の動画とかも何かあったら後で編集するとかあるんですけど、で多分ねこれ発展するとね配信もね10秒前ぐらいだったら戻ってして消すみたいな機能がそのうちでき始めるんじゃないですかね。言い過ぎちゃったごめん戻すわみたいな。どっかでたまたま見た記事にあったんですけど、 VTuber の人がいやーほんとたいわーって言った後、いや死にたくないみたいなことを言い出すって話があって、でこれが何かっていうと、配信上で死にたいわーっていうのが多分その本音だと思うんですけど、本音でたいっていうのを言ってしまうとそれは影響を受ける人もいるので広告もつかないしペナルティがつく可能性がある。人が多く見てる人がたいって言ってしまうとそれに影響を受ける人がいるから、じゃあそういうチャンネルは良くないよねっていうので、なので本音ではたいと思っている VTuber が死にたくない行きたいって言わざるを得ないんですよっていう、なんか本当ねディストピアですよね。本音ではたいと思ってる人が行きたいですって言わなければいけない。でそれを人が見てる。いやなんだこれっていう。世の中の人が見るものはみんな前向きで人生楽しくて生きるっていいよねみたいなことを言ってるものしか目に入らないっていう、人生辛いよねとか痛いよねという人の映像だったり文章だったりという素材は一切世の中に存在しないみたいな。どんなメディアでも本を見ても YouTube 見てもライブ配信見てもみんな人生って楽しいよね、いいことだらけだよね、毎日希望にいっぱいだよねみたいなものしかないっていう、そういう時代になっちゃってるので、なんか本当気持ち悪いなって僕は思うんですけど、なんかねそういうのが気持ち悪いなっていう人も多分ねいなくなるんじゃないかなと思います。いやだから漂白社会とかディストピアっていう言い方になると思うんですけど、でも多分それはねユートピアなんですよ。だって見てる人もそうだし周りの人もみんな幸せだよねって言ってるわけだから、むしろ不幸な人がいない社会なので、たまたまその社会を見た人はこれがユートピアなんだ、日本ってユートピアだねってなると思うんですよ。だって話してる人とかテレビとかメディアとかも全て人生って楽しいよね、ポジティブだよねって言ってるわけだから、やっぱ社会は進歩するとこうやって幸せな人だらけになるんだ、これが理想郷ユートピアなんだっていうことになると思うんですよ。いやだからね本当ユートピアを目指してみんな頑張っていきましょういや僕だからね学校もそうなんですよね。多分学校でじゃあ読書感想文とかで私も学校でいじられてみたいと思ったことがあるんですがとかって書くと書き直しを命じられるみたいなのがあるらしいんですよ。確認したわけじゃないんでツイッター上に書いてあったので嘘かもしれないですけど、いじめされているというのが証拠として残ってしまうとその先生にペナルティがかかると。いじめをされているというのを読書感想文で書いて、でさらにその子が自首した場合に明らかにその学校とかその先生とかが責任あるよねってなっちゃうじゃないですか。なのでその時の先生は読書感想文を書き直させるっていう行動になるんですよ。本読んで何を思いましたかっていうので、どんな本だか知らないけど自分もこういう辛いものがあって学校でいじめられたりもして痛いと思ったこともあるんですみたいな本心というのは書いてはいけない。書くべきことはこの学校にいじめなんかない私は人生が楽しいみたいなのを書かなきゃいけないっていうのが教育の中では始まってるっぽいんですよね。なかったことにするっていう、人間の負の側面っていうのを出してしまうと、負の側面を出してしまった時点でその教師その学校というのはペナルティを出さなきゃいけないよねっていう、隠蔽と同じなんですけど、
そう、読書感想文消しゴムマジック。いや、だからね、多分ね、いじめももうなくなるんすよ。いじめもないし、嫌なこともないし、人生前向きで、学校行くの毎日楽しいですっていう人しか、多分もう学校にはいなくなるんですよ。学校の中で感想を聞いたりとか、読書感想文とかだったりとか、青年の主張的なことをやったとしても、みんな学校楽しい、毎日楽しいです。学校行くのなんか幸せです、みたいな人しかいないっていう、本当ね、いい社会になっていくんじゃないかなと思います。みんながみんなパリピになるんですよね、多分ね。右も左もみんなパリピっていう社会を皆さんが望んだ結果なので、おめでとうございます。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。